正家は実に良い日を選んだものだ。変よく殿の葬儀を一緒に行うとは、花嫁はとんだ不運だ。聖子様がメトル狂気の着長は、田舎の豚殺しの女だとか、正家は全く気にしていないらしい。霊園旦那様と呼びなさい。花嫁はそんなに急いでしょ？矢を迎えたいのか？さあさあ、私が案内しよう。花婿はこの中にいる。旦那様お姉様が、婚礼の日に、私たちのこんな姿を見たら、怒るかしら。豚殺しの女が、怒る資格などない。ひざまずいて君の足洗い水を持たせて、田舎に追い返し、君を堂々と迎え入れる。幼い頃から田舎に捨てられ、幸い隠遁する首相に拾われ、あなたたちが苦心して、私を田舎に追い返そうとしても、この豪邸でなぜいたくな暮らし、月従われる日々、この教令にしがてに入れてみせる。大変です。若様の新居が火事です。早く我が子を助けて！外ではまだ葬儀中なのに、長家の次女がこんなにも待ちきれず、義兄の診断にもぐり込むなんて、本当に恥ずかしいこと。そうね。恥知らずも言うと。チラチラ早く客を見送れ。今日のことは誰にも口外するな。はい。おかしいわねさ。添い出されたのは、教令師のわずでは。彼女が騒ぎ立てて荘園がそれに乗じて私を収めたのは。今これはどういう状況なの？口頭無形！全くもって口頭無形だ！荘園を前のは名嫁はどこだ？知るか。大変です、京家の長女が。霊道で慶翼様の位牌を抱いて、自分は慶翼様の妻だと言っています。この豚殺しを舐め、今日は縁と飲め。出たい日だ。ここでも服を着て誰を呪っているんだ？誰が荘園に嫁ぐと言った？今日私を迎えたのは、少将軍の棺よ。ならば、私は、彼の妻よ。この教令式が狂ったのか。そうよ。一時の維持のために、相手を変えてしょ慶翼に嫁ぐなんて。いくら彼が立派でも、死人じゃないか。お前、霊者に嫁げば愛人と争う羽目になる。死者に嫁げば直接当主になれる。小慶翼は格上だから、今後荘園は私に会えば、うやうやしくおば上と呼ばねばならない。悪くないわね。この娘面白いね。君、未亡人の暮らしは辛いよ。お奥様、未亡人も辛いですが、私にただ稲屈辱を与えた夫を見守るよりはマシです。将軍は国に準じた英雄ですが、恩の子しませんでした。霊氏は彼のために子を養子に迎え、死後も効果が絶えぬようにいたします。大奥様どうかお許しを。よろしい君が固く決心したのなら、先に言っておくが。おっしゃってください。慶翼の未亡人となったからには、君は一生彼の人であり、死しては彼の鬼となる。もし不埒な真似をすれば、私が地芸を送って彼に付き添わせる。離縁状など夢にも思うな。これで、まだ嫁ぐか。お姉様はこれほど道理をわきまえておられる。きっと後悔はなさいませんよね。そうだ。霊園には、俺の子がいる。彼女をめとらねばならない。叔父上が死んだとしても、お前は。私は君の目上だ。目上に対して、そんな口の利き方をするのか？嫁ぎます。今日から、
私のすべては慶翼様のもの。主にあなたたちの目上になれるから、悔しがらせてやる。よし。この縁談は、私が決める。はいよ。皆よく聞け。今日から、京霊氏は、我が国公府の尊き四億様である。奥様、慶翼様が死んでおられません。生きて帰られました。一体どういうことだ？早く言え！将軍は襲撃され、住所を追手崖から落ちました。殉国されたと思い、不法を伝えに戻ったのです。しかし実際は川に落ち、薬王国まで流され、一月余り昏睡状態でした。身元が判明し、送り返されてきたのです。早く案内して。はい。私が嫁いだのハイハイのはずなのに、生き返るなんて。良い子だ。あなたは男を王に導くのね。あなたが嫁いできた途端、慶翼が生き返ったわ。さあ、一緒に聞いて。俺が私の亡き。おっと、なんてこと。こんなに昏睡していても、李牧には殺気が漂っている。まるで凡人を寄せ付けないかのよう。この養子で、死ぬのは本当に惜しいわね。なぜまだ寝ているの？早く起きて歩いてみて。薬王国で折れた骨はすべて繋ぎましたが、将軍様は頭部に傷を負い、うっ血が残っているため、昏睡から覚めないのです。匿名移動か。お救いください。薬王国は試せる方法をすべて試しました。しかし回復せず、送り返してきたのです。破国父の磁铁を頼りに、名医を探していただければ。なるほど。薬王国も首を振るなら、これはもう、閻魔殿に席を予約したようなものね。慶翼は、あとどれくらい生きられるの？3ヶ月以内に目覚めなければ、それは。つまり、息子が目覚めなければ、本当に死んでしまうということ？霊氏はこの子を幸運に導く。もし慶翼と恋入りして子を見ごもれば、慶翼は完全に目覚めるかもしれない。霊氏お願い。やめてください。大奥様落ち着いてお話しください。あなたがひざまずいたら、私の寿命が縮みますよ。霊氏、あなたは慶翼の妻。彼にあと次を残してくれないか。あと次、昏睡状態の人と、それは難易度が高すぎませんか？私一人では無理ですよ。彼が少しでも動いてくれれば。意識不明の者と恋入りするとは、その振る舞いは少し行き過ぎでは？泪是机密が望むなら，二是他 QQ 黑，卖力黑，一看你碎息又口退，机密我以拼扣妹，福晋你後繼用。もし、慶翼の後次を産めば、但作物とわず、家の口散の一部を与える。もし胆機を授かる。私の死在から、さらに金20万6头天婆100件、榴電戦火を。我系の無視羅大鐵土、是鉄塚は送。金20万両に他と店舗まで。私は田舎で様々な汚れ仕事や力仕事をしても、腹いっぱい食べることすら贅沢だったのに。床入りして、子を産むだけでこのような莫大な富を得られるとは。じゃあ、承知いたしました。生きる屍、滞りするとは、誠には自知らずだ。このことは必ず狂気へ知らせてやる。慌てるな。この象形翼は少し恐ろしく見えるが。結局のところ、ここでおとなしく横になって、私に。まあいいよ。誠に美なんだ。眠れる美なんなのが惜しいが。まあ、これも良い。もしあなたが起きていれば、私のこの無理Gの芝居も続けにくいからな。眠れる美なを引き換えに、莫大な富を得たと思えば損はない。将軍様お目覚めですか？意識を失う前に俺はがきから落ちた。今は傷が重すぎて、体が全く動かないのだろう。聞くことしかできぬ。旦那様。奥様湯あみの用意ができました。
奥様だと、俺は成婚したのか。母上が勝手に決めて、厄払いのためにめとらせたのか。この堂々たる陳北諸君たる俺が、落ちぶれて、女に命を救われることになるとは。婚礼で一日疲れ果てた。今日はこれくらいにして、床入りは明日にしよう。何だと。やはりあなたは気楽でよい。ここに横たわれば、天が崩れても気にする必要がない。私もあなたのようにあさってここに横たわれたら、誰が私を強小諸父という地獄へも取らせることができるだろうか。強小諸父のこの狂犬の娘は、確か俺の老いにと継ぐはずではなかったが、まさかこれは、本来私の老いの嫁になるべき女なのか。お姉様、私のこの記憶力ったら、今や私は慶翼様に嫁いだのに、私の嫁入り道具がまだお姉様のところにいるとは、誠に不都合なことです。今すぐ元の場所へ戻し、自分の家へはこびます。お姉様にご迷惑をおかけしないためにも。なんだと嫁入り道具を運ぶと。嫁入り道具は、今日夫人が霊園に用意したもので、ここに一時的に置いているだけだ。あなたとは一文の関わりもない。お姉様は渡さないということですね。絶対に渡さぬ。何ができる？誰か彼女を追い出しなさい。お姉様が誠に返さないなら、後で私に腕を折られる者が誰になるか私は知りませんよ。あなた彼女に渡しては役持っていきなさい。奥様、嫁入り道具の箱はすべてからです。よくもそう言えない。腕試しの相手がいなくて困っていたところだ。母の遺品を横領するとは。いいわ、明日里が得るよ。利子をつけて嫁入り道具を取り返してやる。奥様何をなさっているのですか？この人のためにレースを編んでいるの。竹は軽くて涼しいし、これなら日光浴に連れ出すのも楽でしょ。こんなことまでできるんですか？これくらいなんでもないわ。田舎にいた頃は豚も殺せたのよ。兵士の包丁さばきは何十年もやっている肉屋より見事だ。母上、なぜこんな豚殺しの田舎娘を嫁に。俺は堂々たる陳北将軍だぞ。妻にするのは名門の令嬢であるべきだ。どうして豚殺しなんだ。彼女の目当ては我が国甲府の金に違いない。でなければ誰が意識不明の病人の世話などするものか。奥様、これらはすべて大奥様からの贈り物です。特にこの玉杯は明日の里帰りにぜひお持ちください。さぞ貴品に溢れて見えることでしょう。ご実家の方々も奥様が国甲府で幸せに暮らしていると知れば安心なさるでしょう。あの人たちは気にしないわ。ははは、私を産むために出血多量で亡くなったの。愛妻を失った父は私を一度も見ようとせず、乳母に私を田舎へ送らせたわ。大奥様が私を望んでくれなければ、田舎で忘れ去られていたでしょうね。そんなことが、あまりにもひどすぎます。田舎から少主婦に戻った時も、実の父は私を見向きもしなかった。実の兄も顔すら見せなかったわ。母の位牌にお辞儀をしたかっただけで、わざわざ嫌な思いをしに帰りたくはなかったの。まさか、京家でそんなに辛い思いをしていたとは。それもそうか。もし幸せに暮らしていたなら、私のような生けるし、カバネにと継ぐ必要もない。それならなおさら美しく着飾らなければ、天国のお母様も安心なさるでしょう。将軍様、今の私には、あなたしか身内がいないのよ。
頑張って、早く目を覚ましてよ。泣いているのか。どういうことだ。彼女の泣き声を聞くと、なぜこんなにも胸が痛むのだ。何を泣くか。私はか弱い女子ではない。力も手段も持っておる。急務は将軍の子孫を残すこと。もう機嫌を直したのか。待て、まだ昼間だぞ。よう用意せよ。大きな桶でな。将軍のこの体、日頃から鍛錬を怠らぬようだね。この女、なんと泣いたんだ。お母様、私が帰ってまいりました。誰かおるか？奥様が佐渡がやりなされた。強烈、強烈、ひざまずけ、己の罪がわかるか？強烈、ひざまずけ、己の罪がわかるか？私に何の罪が？霊子は母君を命がけで産んだ命と引き換えの娘が、玉残しのために、霊道でと継ぎ先を変えただけでなく、昏睡状態の生ける屍に、水かすり寄ったと知れば、棺桶の中で怒り狂って、もう一度死ぬだろう。この恥知らずな小娘め。聖老の遊女と何が違う？あなたたち。よくも白を切るな。今日霊園が、私の婚礼の日に、長園と私の新居では、苦中道動員行に及んだから、仕方なく敬欲様にと継いだのだ。ありえない霊園とは、共に育った。彼女はそんな人間ではない。そうだ、霊子。長園がいくら無茶をしても、腐っても正家の長男の着孫だ。将来は爵位を継ぐのだ。霊園と共に彼に嫁げば、互いに助け合えてよいではないか。誰が彼女と夫を共有するものか。霊園がいくら度が過ぎていようと、君の恥知らずに、生ける屍にと継ぐよりはマシだ。霊司教の佐藤がエリンに、どんな手土産を用意した？まさか、手ぶらで帰ってきたのではあるまいな。見る目のない愚か者に、私が手土産を用意する価値などあるか。よくもそんな口を、長老と兄に向かって。誰か、こいつを押さえつけてか、大出罰しろ！奥様、誰が誰を罰するのか見せてもらおう。私の嫁入り道具を返せ！私たちを脅す気か？見識のない田舎娘が、刀一本で私を脅せると思うな。次の人たちは、どこに当たるか保証できないわ。なの。お店の部屋の蔵にゃ。みんなついてこい！
私は本当にどうかしていた。将軍様が目覚めて、奥様の後ろ盾になってくれるのを願うなんて、奥様はどうなっただろうか。奥様、これは陛下から賜った七星連花の錠です。あいにくだが、この蔵の鍵はけらいに預けてある。彼はちょうど里が襟中だ。いつ戻るかはわからない。レイシ、まずは帰って。彼が戻ったらまた取りに行きなさい。それがどうした？来ればいいだけだ。今日でしくるったか？配下の賜り物を壊せば、旧族皆殺しの罪だぞ。死にたいなら俺たちを巻き込むな。奥様、お気をつけよ。霊視お嬢様。未亡人として嫁ぐのは今出しも、今や刀で先祖の蔵を割るとは、これが外に知れ渡れば。ここは少書府です。私を叩くとは、少書府がどうした？君のようなおしゃべりな形状は叩かれて当然だ。場所を選ぶ必要があるか。お姉様、婚姻を変わる上に、門や壁を壊すなんて。巣を乗っ取った者のくせに、よくも場をなどと言えたね。よくも私の霊園を、ただじゃおかないわ。無礼者、天に逆らうか、兵霊師。この親不孝ない中をなめ、霊園の嫁入り道具は持たせぬ。何を呆然としている？止めろ！死にたくなければ止めてみろ。野蛮でそやな。やはり田舎育ちの豚殺しね。名家の霊場らしさなどみじんもない。豚殺しがどうした？私の豚殺しの師匠は、前朝の重臣だったのだ。文武両道に秀でていた。私がどれほどの腕前か、あなたたちには到底わかるまい。兵霊師、お前がその名ばかりの娼婦の私婦人にな。だからといって、霊園の嫁入り道具を奪えると思うな。何をぼんやりしている。彼女を止めなさい。時世を知る者は、春血なり。皆の今月の月給は、無駄ではなかったな。将軍様、ついに目覚められたのですね。ご先祖様よ。我ら狂家はいかなる罪を犯したのか。かような生きた山賊を招き入れるとは、家財をすべて奪い尽くす気か。兵霊しやめぬか。レイジ、目上に敬意を払わぬか。私は国甲府の将軍の正室だ。私の地位はあなたよりはるかに上。あなたが私に挨拶すべきだろう。無礼者。兵霊師、少将軍は今やいける屍。いつ亡くなるやもしれぬ。誰もが知っている。あなたの私婦人の身分だ女ばかりだ。案ずるよりも、私の着服された嫁入り道具を、一つ残らずいかに変換するかを考えた方が良い。嫁入り道具のことは後回しだ。離縁状を持て。はい、奥様。君今や私婦人の身分を傘に着て好き勝手しているが、将軍様が見まかった後、必ずや対価が降りかかろう。今日この離縁状に署名すれば、災いを早く免れることもできよう。
私は皇府の貴婦人だ。あなたたち、何様のつもりだ。私に離縁を強要するとは。早く君の父上を読んでまいれ。かように伝えよう。家がひっくり返ると。ということは、氷家が俺の妻に離縁を迫っていると。はい、将軍様。しかし奥様は、離縁状を破り捨て、氷家の大奥様の顔に投げつけました。田舎育ちの豚殺しの女ゆえ、権力や親族を恐れると思っていた。これほど冷酷だとは、思いもよらなかった。降りるのは待て。この芝居を、奴らがどう演じるか、見届けてやる。旦那様が来たら、どうなる神物だ？恐怖人続けて。お姉様が蔵を壊して、刀でお母様を追ったの。おばあ様も倒れられたわ。この、不届き者め。手の恥だ。我が京家は代々続く名家。どうしてこんな賊のような娘が生まれた。ははは、お前のために死んだのに、恩知らずなだけでなく、一家に災いをもたらすとは、親不孝者め。親不孝。私の母を語る資格があるの？逆らうか。ひざまずけ。誰か家宝を持て。お姉様、全部私のせいよ。私がこの家にいるから不愉快なのよね。お父様を責めないで。腹が立つなら私を撃って。絶対に避けないわ。気が済むなら、どうされてもいい。自分で言ったのよ。みんな聞いたわね。彼女が頼んだのよ。私には取り柄がないけど、人に頼まれたら、決して期待を裏切らないわ。一発目は私の場所を奪い、父の愛を奪った罰。あなた二発目は事実を曲げ、私の名誉を汚した罰。三発目は悪辣な心で母の嫁入り道具を狙った罰。に乗るな。この不届き者。俺の目の前で人を撃つとは誰か。ようこそ、自ら罰してやる。お前、この親不孝者め、父親に逆らうとは。お父様って今日から、京花とは縁を切る。全部確認したか？母が残してくれたものは、たとえ、トイポンでも持ち帰るわ。奥様の堀の60、箱すべて揃っております。箱の隅に詰めた古い綿すら残しておりません。よし、帰ろう。兵令使結局のところ、この国公府で、本当に権力を握っているのは長男一家だ。後ろ盾になれない夫を守って、その四夫人の名分など、砂上の楼閣に過ぎない。さっさと、セロムチな愚か者め。そんなのを持ち帰って勝たつもりか。見せてもらおう、あなたのような根なし草が。頼れる夫もいないのに、商家で何日もつか。お姉様が少将軍をそのようにお守りするのは少し大変でしょうが、その寵愛には心を打たれますわ。もしお姉様が本当に定説の日を立ててもらえるなら、それで美談ですわね。もう一度夫を呪ってみなさい。これほど俺をかばってくれるとは。私の夫は国のために戦った大英雄よ。それが寝たきりでも、立って冷やかしを言うあなたたちよりずっとマシだわ。英雄か。彼女の心の中では、
俺はそのような姿なのか。寝たきりでまた立てるかどうかもわからないのに。今日レイジ、浜の腰に乗ったつもりだろうが、実は水の泡だ。私が正家の四夫人の座にいることを、そんなに恐れているのね。私の夫は国の運命を背負う英雄よ。天の加護があるはずだわ。閻魔だようでさえ連れていけない人は、絶対に良くなるわ。お姉さん、本当にお気の毒ですわ。薬王国の命員を断言しているのに、どうして自分を騙すの？それ言え。もう一度言ってみなさい。誰が夫を呪おうと、命がけで戦うわ。賢明な奴だ。無礼者。我が国公府の四若君であり、陛下から賜った良騎将軍を誰が非難しているのだ。我々は事実を述べたまでだ。正家の下人の分際で、我が小職の前で騒ぐとは不適切であろう。皆が何の事実を述べているのか知らぬが、この俺にも聞かせてくれぬか。みんなが何の事実を述べているのか知らぬが、この俺にも聞かせてくれぬか。目覚めると聞いておったが、なぜ生きてここに立っておるのだ。終わりだ。目覚めたのか。同意も得ずに寝てしもうたのに、借りを返しに離縁しに来たのではあるまいな。こんな恥はかきたくない。旦那様あのが、お目覚めになったのですね。何事も家に帰り戸を閉めてからゆっくりと。今その場で気絶しても間に合うだろうか。レイ氏が日々ネイスを編み、日向ぼっこさせてくれたゆえ、これほど熱心に目覚めを待ってくれておるのに、俺が目覚めねば、君の行為を無限にするというもの。奥様、将軍様は目覚めたばかり。奥様が教会へ里帰りしたと聞き、すぐさま無理をして助けに参られました。里帰り、実家を固く捜索しておるだけなのだが、本当に後ろ盾に、報復に来たのではないのか。将軍様はお目覚めになったばかり、お体もまだ本調子ではございませぬ。無理はなさいませぬよう、早く戻って横になってください。私はもう終わりましたゆえ。なぜ目を赤くしておる？誰にいじめられた？彼らごときに、悲しむ価値などありませぬ。あなたが目覚めたのを見て、嬉し泣きをしたまで。我が妻は寛大ゆえ、火に求めぬ。この承継欲は、元来教領ゆえ、恨みは必ず晴らす。将軍、水臭いことをおっしゃる。我らとお姉様は家族で戯れておるだけです。今日水から足を運ばねば知りよしもなかった。俺が正式に目取り、陛下が指名した妻が自宅の門前で群衆に囲まれ撃たれておると。将軍様、お怒りをお静めください。私の家中としての不徳の致すところでございます。お恥ずかしい限り。不徳の致すところだと。ならば、この将軍が代わりにただしてやろう。兵力殿、良い考えがあるわ。もうぜ。場外の精神案は、静観な場所と聞き、心の塵を払うには最適かと。お母様と霊園にはそこへ長く滞在していただき、しっかりと反省していただくのはいかがでしょう。先ほど自ら罰を受けると申した、誠意に応えることにもなりますわ。レイシ様の言う通りにせよ。誰か奥方とレイエン様を精神上げお送りしろ。直ちに出立せよ。お父様、私のお腹には少年の子供がおりますのよ。嫁入り前に密通するとは。お前誰かこの二人を連れて行き反省させよ。栄養空殿、帰りましょう。ここは空気がよどんでおりますわ。これ以上長居すれば、お体に触ります。おい！夫人の嫁入り道具を運ぶのを手伝い、国公府へ戻るぞ。将軍。俺の前で無理をするな。これからは正家が霊氏の家で、俺がそなたの家族なのだ。逃げられるかのような言い草だな。私が苦労して、やっとの思い出と継いだ夫だ。
逃げられないぞ。だからが今後威厳を示し、潮立てを得る時も、あるいは災いを起こして、後始末をする時も、この家族がおることを覚えておくのだ。平翼殿が言ったのよ。これからは、平翼殿に頼りきりになるわ。願ってもないことだ。そうか。誰かに躊躇なく選ばれ守られるというのは、こういう感じなのか。霊子様ご機嫌麗しい。霊園様が申すには、千夫人の子孫の香袋を偶然見つけたらしく、持ち主に返すことで心安らかになりたいとのことです。わかったわ。今日霊園は、即室として、火がついてきたばかりなのに、もう騒ぎを起こし始めたのね。霊子様、罠やもしれませぬ。恐れることなどない。ちょうど退屈しておったゆえ、何を企んでおるのか、様子を見に行こう。邱类喜，我太师头画好我手术复开了无一大事。虎塔国我密国莫他というのに、そこ是自にしかなれぬとは。又こそ、必ずやばい返しにしてくれよ。お姉様がお越しくださり、私は安心いたしました。香袋はけ小箱の中に、お姉様ご自身で踊りを。礼を言う。お姉様、お気をつけて。強烈死期を過ぎて、果たしてまだ、笑っておられるかしら。どうなされた？また目がこうなっておるぞ。どこの不届き者が、また我が奥方を怒らせたのだ。誰でもありませぬ。廊下の風が強うて、目に砂川、言っただけ。一大事でございます。一大事でございます。飛び即室様が急な腹痛を。ここが危ないやもしれませぬ。誰か前で。私のお腹がひどい。双子、私の双子はもうダメなの。おばあ様、お母様助けて、霊園怖がらないで。歯がここにおるわ。一体どういうこと？さっきまでなんともなかったのに。この部屋の香りは何？早く香炉を消して、窓を開けて換気しなさい。少し良くなったわ。きっと誰かが香炉に細工をして、茶香を入れて、私の双子を殺そうとしたのだわ。大奥様、私めは霊子様が先ほど香炉に近づくのを見ました。絶対にありえませぬ。霊子がそんなことをするはずがないのだ。先ほどは、確かに霊子様しか来られておりません。いや。私は匂い袋を取りに来て、ついでにこの部屋の調度品をは意見したわ。独特な趣味ね。お姉様。私が塩田を奪ったことを恨んでおるのでしょう。でも子供に罪はないわ。どうして、そんなひどいことができるの？この毒不明。黙れ。事情が明らかになるまで、勝手に決めつけることではない。上。獅子に関わることですから、ただことではありません。九州からこの道に長けた地位を呼び、邪行があるかどうか、調べてもらいましょう。霊視の潔白を証明するためにも。地位を呼ぶ必要はないわ。面倒だもの。ほら、後ろめたいのよ。百竜の子を害したとなれば、その罪は見値する。お姉様は嫉妬に目がくらんだだけです。おばあ様どうか寛大な処置を。私が言いたいのは、この頃には、間違いなく邪行がは言っておると。こんなに明らかなことに、わざわざ地位を煩わせる必要はないでしょう。お姉様。本当にお姉様が。春流本当に目がいいわね。ではよく思い出してくれ。私がその時左手で、それとも右手で香炉に触れたかしら？両手です。私めは、霊子様が両手で香炉を揺らしたのをこの目で見ました。その時は、珍しいものを見ておるのだと思いましたが、まさか。お兄様、どうしてそんなひどいことができるの？春流の言葉を随分と信じておるのね。春流は小さい頃から私に仕えていて、決して嘘はつきませぬ。春流がそう言うなら間違いないわ。いいわ、今日霊園。そなたがそう言ったのよ。後で後悔なさらぬことに。
今日霊視。俺が霊炎をめとることを嫉妬しておるのか。腹におる双子を無情にも害するとは。毒不明。平欲殿焦るでないぞ。良い見せ物を待つがよ。荘園、己に対して何か誤解があるのではないか。何のつもりだ。平欲殿を見たのか。武君カクカクにして永明なる将軍。己の姿をもう一度よく見よ。私が慶欲殿を放っておいて、そなたのために嫉妬するとでも。一度鏡をご覧になっては。もうけん早すめ。今や認証も物証も揃っておる。認証物証だとよかろう。このおば上が、さらに明白なものをお見せしよう。霊視、気をつけよ。早く見よう。自らの手で触れたぞ。罪を認めたということだ。見たか？私は人工木に過敏なのだ。しまった。なぜこのことを忘れておったのだ。見たか？私は人工木に過敏なのだ。もし私が蓋を開けて、薬を入れ、また蓋をしたら、こんなに手間をかけたら、手はとうに赤くなっておるのだ。しまった。なぜこのことを忘れておったのだ。ではどうして中に邪行があると断言したのだ？氷霊園が自分で言ったのだ。脅し入れるのにしたし、ラベもせぬのか？愚かすぎて同情するわ。表に出せないようなものが、自分の子供を切り札にして、金を失う真似をしたな。俺が長く病床にいたから、刀も持てないとでも。だか、ラツマを侮辱するんか。おじ上、誤解でございます。大きな誤解です。もういい。霊視は、李父親なめに会うためで、霊炎の正当なおば上でもある。このことは、霊視に任せるのが一番だとだ。お母様ご祭壇ありがとうございます。田舎の豚殺しに大した見識などあるまい。せいぜい二言三言ののし敵を晴らすのが関の山だ。この下女が、誰かの指図で邪行を置いたに違いない。お姉様が湧いてきて、便乗して罪を着せたのだ。お姉様、私は騙されたのです。違います。側室様、私めに命じたのでは、黙れ。裏切り者がよくモタ人に罪をな。すりつけるな。霊園が甘かったせいです。下女を信じてしまいました。こんな誤解を招いてしまい、皆様をお騒がせしました。見事なトカゲの尻尾切りね。素晴らしい。私がたまたま人工木過敏でなか？ただこの濡れ衣を完全に着せられていたところだわ。たとえ過敏でなくても、私には過敏を起こす方法などいくらでもある。私にそんな手を打つのか？違います。そんなのではありません。今日霊園、心がねじ曲がっており、目上を陥れ、家を騒がせたのだ。書きによれば、屋敷から追放すべきだ。いけませぬ。ダメです。霊園は俺の子供を身ごもっておるのです。おば上どうかご勘弁を。では、どう処置すべきかと。する。まあ、良い。子供に免じて、四破面ずるが罰は受けてもらう。今日から院に軟禁し許可なく外出を禁ずる。毎日診療を100回写経せよ。頭を冷やすが良い。子供を産んでから改めて処分を下す。霊園どうした？早く屋敷の医者を呼べ。私は疲れたのだわ。長男の嫁。私を部屋へ戻しておくれ。でもお母様、これは。霊視はわきまえておる。将来氏霊園を気絶させたのだな。俺の子供に何かあったら、絶対に許すことでないぞ。気絶したのか。夜に足らぬことよ。ひどく冷える。誰が水をかけたのか。荘園、無礼者、ひれ伏せよ。この豚殺し女め、なぜ俺がひざまずくのだ？私は陛下直報の一品孔明になれば、さらにそなたの正真正銘呼ば上なれば、教会さからいて出す気か、正家の掟を無視するのか。忌々しき豚殺し女め、国公府にてこれほど横暴とは、尊重を目になし、言動に無礼せんば、他方も用いねば反省せぬようだな。何をするのだ？者ども、荘園を指導へ引きずり行け、しかといたうちに10回かせ、さらに3日間指導にてひざまずかせよ。
己の過ち制してよ。我の許可なき限り、一滴の水一粒の米も与えるな。教令師、貴様。はあ、絶対承知せぬ。どなたの母か。されど大奥様が先ほど仰せり。ここは私が決めると、そなたら命を背く気か。引きずり行け、飛び側室の体やしないを妨げるな。教令師、毒不明。春入。側室殿をよく見張っておけ。おとなしくしゃ、今日して謹慎させろ。また何か悪巧みでもすれば。自業自得だぞ。はい。必ず見張っておきます。かゆいは、戻って巻石、に手を見てもらえ。大丈夫です。蔵出や服を探してきます。今後どうなんだ。あの豚殺しめが本当に家宝を執行して、霊を飢えさせるとは、この私をなんだと思っておるのだ。母上。叔父上と祖母を傘に来て、応募を極めています。このままでは、僕が今日のせいになってしまいます。夢を見るな。正家の奥で好き勝手はさせぬ。しっかり養生しなさい。この恨みは母が必ず晴らしてやる。当霊氏、随分と威勢がいいな。大奥様に少し可愛がられただけで、もう孔明夫人気取りか。縁が間違っていようと正家の着長損だ。そなたが家宝を執行するなどおこがましい。指導でひざまずかせるとは。この奥を仕切っておるのは誰か忘れたのか。当霊氏、随分と威勢がいいな。大奥様に少し可愛がられただけで、もう孔明夫人気取りか。縁が間違っていようと正家の着長損だ。そなたが家宝を執行するなどおこがましい。指導でひざまずかせるとは。この奥を仕切っておるのは誰か忘れたのか。あら、お姉様。それは濡れ衣ですよ。私はただお姉様の憂いを分かち合おうと、おいに礼儀を教えただけです。今日みんなの前で目上に手を出そうとしましたので、これが外に漏れれば、正家の礼儀は、神くず同然だと思われてしまいます。もしか、して長男一家では、おいがおばを殴るのが家電の技なのですか。お前いい気になって。家の事件は私にあるのだ。僕のことに口出しするな。もちろん家の実験は重要です。しかし、より重要なのはまさしく収めることでしょう。何しろこの家の実験は、追王妃から送られた千年の高麗人参が、なんとや孫坊の根にすり替えられていた。お姉様のすり替えの腕前は、実に見事なものでな。何でもあるまい。ただ、お姉様に忠告しておるだけです。誰が家を取り仕切ろうと、この帳簿や、こらの品々は、祖母や、正家のみんなに明確に説明できせぬと。そうではありませんか。何をでたらめよ。また誰事を言うなら、その口を裂いてやるわ。また誰事を言うなら、その口を裂いてやるわ。お母様、どうかお裁きを。四男の嫁は、徴用の除もは気まえず、宴を罰するのみならず、先ほどは私を嘲笑し、火星飲むのを笑いました。長年火星を取り仕切り、功はなくとも労はあります。あのようなものに踏みにじられるとは。それでどうしたいの。四男の嫁の振る舞いは、あまりに傲慢であり、今しめるべきかと。正家の規律を乱し、笑い草にならぬよ。今しめるだと。宴の処置は私が許したこと。火星の件については、金に落ち度がないのなら他人のざれ言など恐れるな。まずは戻って反省し、月を見せてはいなかったかとよく考えよ。お母様ご機嫌うるわしゅ。先ほど敵自衛からの報告で、僕医師の言によれば、栄養苦殿の外傷は癒えたものの、気力がひどく衰えており、上質な人参で補う必要があるとのこと。しまった。あの女のことを荒立て。皆因幼库の卡昨年自以欧希嘎密买に来られた際、上質な千年人参を賜った。ちょうど良い。裏から取ってきなさい。
お母様。随王妃からの贈り物、必ずや重宝なしな。これほど高価なもの、嫁の私一人では扱えませぬ。お母様にもご足労願い、共に蔵へ参り、確かめてお取りいただけませぬか。しまったあの女がことを荒立てる。よかろう。年老いて、歩くことも必要だ。共に見に行こう。わあ、私も参ります。屋敷の蔵は、私が一番詳しいゆえ、お母様と霊視のお手伝いをしましょう。大奥様、霊視様、これが隋王妃から贈られた千年人参でございます。霊視、早く軽欲に使ってやりなさい。本当に宝物なのだな。うちの将軍にはもったいないほど。やはりな、あの田舎者にはわからん。お母様も気づかなくてよかった。お母様、これは千年人参ではありません。兵霊師何をデタラメな。間違いな。くずい王妃から贈られた千年人参な。のだ。蔵の記録にもはっきりと。田舎者のそなたに、人参の何がわかるというの。手任せを言うのはおやめなさい。お母様、私は田舎育ちですが、しかれど数奇な縁にて、昔老医師に従い、薬草を見分けたことがあり、人参の香りは清雅にして順法。根のひげは密集し強靭で、ご覧あれこのものは、形は似たが、表皮は荒く、影はかすかに土草木毛あり、かつ主根は立ちやすし、これは千年人参にあらず、小陸の根かと。宝刀向けお母様、奴の妄言を聞くでないよ。恋に難癖をつけ、己を孤児せとして、隋王妃のお品、偽物なるはずがありませぬ。隋王妃のお品は当然魔物ですが、おそらくはその陣痛力足らず、箱より逃げ出し、小陸の根にすり替えられたわね。これを食えば身を補うところか、帰って気をもらわし、笑い草とならん、貴様。这个ハカ、指揮者を呼び、見分せばわかるのだ。速やかに僕名医を招け、娼婦より重傷ありと伝えよ。是也。おう、大奥様が急ぎわしをお呼びになったのは、何事でございましょう。この宝をご覧くだされ。もしや千年物の人参王では。おう、大奥様。これは決して人参ではございません。上陸の根にございます。私は似ていますが、全くの別物です。薬効は相反し、わずかに毒性もあります。決して薬にしてはなりません。もし夫が誤って飲んだらどうなりますか？俺は将軍が現在服用している血行をよくする。薬と相性が悪い。一緒に煎じて飲めば、異性が生き返っても、救うことは難しいでしょう。お姉様は知識が豊富でいらっしゃるのに、小陸の根だと知っていながら、なぜ人参だと言ったのですか？それほどまでに、夫を再び病所へ戻したいのですか？なんということだ。重要な蔵でこのようなすり替えが行われるなんて。陸士、申し開きはあるか？お母様どうかごめん、いざつを。私は本当に知らなかったのです。きっと下働きが企んだのでしょう。それとも、蔵に入れるときに間違えたのか。もしかすると隋王妃の方で。お姉様の言葉はさらに面白いですね。隋王妃はどれほど尊いお方か。贈り物を間違えるはずがありませぬ。万が一間違えたとしても、これを受け取り確認して蔵に入れたものは、まさか目が見えなかったとでも。私の見立てでは、この蔵にはネズミが多いようですね。盗み食いしたのはここだけではないでしょう。弱みにつけ込むつもりですか？よくもそんな濡れ衣を。お母様、この件は承知ではございませんぬ。一もすべての対面と安寧に関わります。必ずやけてゆす。洗い出すべきか。父母、このか、そなたに任せる。すぐに蔵を封鎖しなさい。帳簿も品物もすべて封印。私の命令なしに動かしてはなりませぬ。関わった番頭どもは全員、脇の座敷へ控えさせなさい。一人ずつ私自ら取り調べる。この娘は田舎育ちだが、行動派生質の風格がある。お母様、
調べたところ、蔵と帳簿に多くの不一致がありました。人参のすり替えだけではございませぬ。高難の運金三単が劣悪な絹にすり替えられ、それでも運金として帳簿に記載されていました。仕入れた上等な扇や陶器も、実際には多くが粗悪品にすり替えられていました。こちらが証文にございます。李国士、これがそなたの納めた家か。お母様どうかご明察を。私は下の者に欺かれていただけにございます。ほんの一時の不注意にて。祖母上。母上が家を取り仕切ってきたこの数年、こうはなくとも苦労はありました。きっと悪賢い精進の仕業です。どうか、祖母上は母上にも一度機会を。不注意だと。一度や二度なら、まだしも。毎回このようでは。これは横領だ。受けを苦一次不是皮か。李国士、これでどうして、再び中期を任せられよう。お母様どうかお怒りをお鎮めください。お体を大切に。お姉様が一時的に身を隠す必要があるのなら、この稼ぎの件は、お母様ご自身がお取り戻しになっては、それでこそ家父も正されましょう。教令師、簡単に言うな。祖母上はご高齢だ。まだ彼女に苦労させる気か。一体どんな下心があるのだ。彼女も家を表のことだ。母上、確かにこれ以上のご苦労はよくありません。霊視はすでに死亡の性質。今回の帳簿調べても、その駒や傘と才覚は明らか。彼女に一時的に稼を任せてはいかがでしょう。そなたが傍らでご指導なされば、良い経験にもなりましょう。母上いかがお考えですか。彼女に稼ぐ。田舎育ちの女に、稼の何がわかる。各家の月、愛がわかるのか。使用人のY地や帳簿の確認がわかるのか。叔父上が彼女の代わりに帳簿を調べたのは、彼女を上位に押し上げるためか。妻を可愛がるのは良いが。帳家を家境へ突き落とす気です。荘園、帳簿派、確かに私が自分で調べたの。字がいくつ読めるというのだ。自分で帳簿を調べる能力などあるものか。私がどんなにダメでも、誰かさんより話よ。夫婦なら勝負をいたしましょう。勝負だと、何で勝負する気だ。歌殺しでもするのか。いい考えね。でも、今日はそれはしないわ。そろばんで勝負よ。幼き頃より、名士に手山を学びし、歌売り不勢に負けるものか。受けてたと。負けて和事を晒すのは、そなたの方では。祖母上、どうか証人となってくだされ。この2冊の帳簿は同じもの。先行一方の間に誰が先に正確に不足を算出し、誤りを指摘できるか、それで勝負を決めましょう。はじめ。この程度の帳簿で、俺を試すとは、ひどっておるだけで、帳簿すら読めぬのに。やはり、読み書きも怪しいか。でも干渉しておいでか。そろばんの玉一つ弾かずに、睨みつけて数が出ると思うてか。祖母上、この2巻、書が誤っております。この2箇所の誤りに全く気づかなかった。お前、どうやって計算した？帳簿をつけるときに、そろばんを大きな音で弾かないと、早くないと誰が決めた？それに誰が、田舎の娘恥が読めず、計算もできないって言ったの？田舎の人間も小作量を取って計算するんだよ。陸士、これは一昨年の帳簿に過ぎぬ。これからの分はゆっくり計算しよう。師匠、あの時お経を唱えるようにこれを学ばせたけど、まさか、最初の功徳がこんな風に道楽娘の傲慢さを鎮めるためになるなんて。師匠には感謝してるよ。計算が早いからなんだ。肌の小細工だ。家を預かる者は、文武両道でなければ人は従わぬ。バカな。上官。家を仕切るのに、武術は関係ない。無理なんだよ言うな。文武両道でこそ、舌を言いふさせ、外の事態に対処できる。彼女はただの女だ。力もないのに、今後どうやって正家を代表し、他の家と付き合うんだ？何が起きたら、どうやって家業を守る？強霊し、腕があるなら俺と武術で勝負しろ。もし武術で勝てたら、心から服従してやる。旦那様構いません。彼が納得しないなら、納得するまで打ちのめします。間もなくば。
いつまでも出自をあざけられましょう。レイシー、あいつのザレ言は気にするな。お母様。威厳を示すなら、徹底的に示さねばなりませぬ。一撃で打ち負かせば、後々の面倒も省けます。お母様どうかお許しを、荘園と武術で勝負させてください。何でしょう、ブスる、かは、好きに選ぶ。俺の汽車の出前は、ミヤ、この若者の中でも1、2を争う。今回は、絶対に負けぬ。必ず痛い目に合わせてやる。よろしい。汽車で参りましょう。どちらが本物か見せてあげる。よかろう。全部上兵いて。手加減しろ。怪我をさせてはならん。強霊士、今なら降参も間に合うぞ。後で落馬して恥をかくよりはな。泣きつらは見苦しいぞ。馬の選び方も知らないのか。あんなダバを選んで、どうやって俺に勝つつもりだ。今日こそこの鬱憤を晴らしてやる。見事な剣術だ。奥様は今日必ずや負けであろう。勝負は止めた方が良い。これ以上続ければ、奥様が恥をさらすことになろう。強霊士、ヤースがなぜここに？まさか当たるとは。ならぬ。この勝負は断じて負けられぬ。かよはないか。構わぬ。どうだ？おいよ。今なら振幅したか。庄園、よくも人を傷つけたな。分が我取るなら、励めばよい。不が未熟なら、ひたえればよい。だが心根が歪んでいるのは救いがたい。敗北が決まった時に、暗打ちを仕掛けるなど、卑劣せんば、人倫を無視し、勝敗の命を危険にさらした。今そなたに二つの道を与える。一つは補強の軍に赴き、最下級の兵卒から始めること。奮闘をたけねば、二度と都には戻れぬ。その上補強は極寒で戦が絶えませぬ。命を脅す場所です。ならば都に残り復帰に任じられ、縄文の巡回を担い、都で人々の目の中でしっかりと心をきた絵をきてとは何かを学べ。辺境は九死に一生を得る場所。もし行けば、この国公府の風紀と映画は二度と俺には縁がないだろう。しかし都に残れば、報道たる国公府の着長村が縄文の番人をするなど、面目が丸つぶれだ。これからどうやって都で生きていけば。早く選べ。俺は、都に残ります。武器を拝命いたします。今日の教訓を忘れず、慎重に行動せよ。今次ここに伊那拉部、摩诺斯贝铁秀你である。今日霊士は、分子にて、凶暴を見抜き、武士にて飛車を示し、飛球にもみだれず、その最高の武力、そのトークと勇気は、いずれも人を服させるにある。以上、
才能を各種を装い、身を守るよう教わりましたが、この奥深い屋敷では、時に刃を見せることが最善のみの守り方なのです。本日より、府内のすべての家事は、両类系に全看我委ねる。本日より、府内のすべての家事は、両类系に全看我委ねる。全人員帳簿蔵の鍵を、総国引き渡せ。怠慢や逆らう者は家宝にて厳罰とする。育児についてだが、お母様、長年家事を司りながら、帳簿はみだれ、欠損は莫大。さらに、かばい立てし、軽欲を死の危険にさらした。長年の苦労に免じ、不に留め置くが、発覚した欠損はすべてそなたの嫁入り道具で補填せよう。不足や遅れがあれば、家宝に、情けはないと思え。お母様、それは私の全財産です。これは過ちを挽回し、罪を償う最後の機会だ。超霊視。この豚売りの下賤な女め、本当に邪魔だ。霊女軍師は、都でも随一の気性の激しい姫君。承継欲を命のごとく愛している。大奥様の寿宴の日に、彼女の刀を借りよう。いつまで得意になれるか、見ものだわ。荘園がまさか、あんなことをするとは、無事で何よりだ。ご安心を。殿下が小ずとも、私には切り抜ける術があります。殿下。傷口が開いたのでは。大事ない。落馬は笑い事ではない。あの時、俺がどれほど肝を冷やしたか。もう、本当に平気です。師匠から秘伝の技を教わりましたから、並の相手では叶いませぬ。その師匠は、よほど凄腕なのだろう。師匠、みんなが言っていました。師匠は昔新部門の大将軍だったと。本当にかっこいいですね。大将軍になる前は、文官も数年務めた。お娘よ。この世では文武の道は、車の両輪のごとし、どちらも欠かせぬ。わしについてしっかり学べ。将来必ず役に立つ。とにしたげられずに済む。霊視、よく見ておけ。戦場での殺し合いは、包丁で牛を解体するのと、リーは同じだ。勢いにのリスキをつく。この破分の技は、正面よりまっすぐ踏み込み、一撃で仕留める。あの人ですか？ただの前長を引退した老人ですよ。目立つのを好まぬだけです。身よりもなく、田舎で暮らす私を見かねて、生き延びるための術を少し授けてくれただけです。君の家族は？お母様は私を産んですぐ亡くなりました。お父様にもう止まれ、幼い頃から田舎へ追いやられていたのです。だからこそ、良い暮らしのために、必死に正家に嫁ぎたかったです。この田舎娘をめとったことを、少将軍は後悔しておりますか？だから、君は、俺が昏睡している隙に手を出したのか？そういえば、あなたはこんなにすごいのに、凱旋の折にあそこまで深手を負ったなんて。火の吹く兵について、少し見当がついている。でも、事件の調査は得意ですよ。その患者、私が炙り出して差し上げましょう。頼もしい。当然です。この件は影響が大きい。確実な進展があったら、一番に君に教える。変ね。私どうしたの？大奥様の寿宴が、もうすぐ始まります。私先に参りますね。
水王様ご到着、霊女軍主様もご到着。軍主様は今日もお美しい。この田舎娘が、私の権力どのを奪ったのね。私はあの方を一途に思っているのに、こんなものをめとったなんて。こちらが霊子様ですね。大噂はかねがね。やはり一味違いますわね。特別な気品がおありだわ。こんな小細工。子供騙しにも程がある。どう霊神。よくも、私を突き飛ばしたわね。軍主様誤解です。床が滑りやすかったか。あるいはその華麗なお召し物があまりに眩しくて足元がおぼつか、なくなったのでしょう。そうは思いませんか。軍主殿下お怒りをお鎮めください。さあ、お席へ、宴が始まります。霊子、こちらへ。彼女はただの田舎者なの。ずうずうしくも、霊道で嫁をすり替えた国公府の皆は彼女を軽蔑すべきではない。きっと、慶翼殿の顔を立てているのね。慶翼殿があんな女を好きになるはずがない。無理やりめとらされたに決まってる。大丈夫か？平気です。軍主が足を引っ掛けようとして、自ら危うく転びそうになっただけです。慶翼殿はあんな目で私を見たことがない。きっとあの幼女にたぶらかされているのね。ダメよ。絶対に慶翼殿にあの女の野蛮な本性を見せてやる。このエビ随分と大きいね。まさか、辺境の水辺か、ラキタ、新品か。霊子様は田舎の出身で見識が広いか。これの食べ方、ご存知でしょう。軍主。これは、太鼓の白茹でエビ。遠石の定番でございます。軍主様は普段奥にこもっておいでで、このような素朴な美味には馴染みが薄いのでしょう。霊子、馴染みがあるなら、どなたか軍主に食べ方を教えなさい。それも、我ら諸家の礼儀を尽くすこと。家を清める水と、主金をお持ちしなさい。これは美味ですが、食べるのにも作法があります。生ガスを添えてこそ、臭みが消え、旨味が増すのです。背わたには汚れが潜んでおり、食す前に取り除かねばなりません。エビの頭は尖っており、注意が必要です。その方を知らず、乱暴に剥けば、手を刺しやすいだけでなく、汁が飛び散り、火まで失います。お母様、お召し上がりよ。実に甘く鮮やかな味。霊子は気が利いているね。この豚売り女め、包丁さばきが良いのが、そんなに自慢か？腹が立つ。慶翼殿。おいでくださいませ。豚売り女、そなたの負けね。慶翼殿の心には、私だけ。やっぱり、慶翼殿があの女に優しいのは、偽りに決まっている。あの方の好きな人は、私に違いない。慶翼殿は、私に一番優しいと分かっていたわ。慶翼殿を幼い頃からお慕いしておりました。教法を聞き、生きる気力申せ。天寺へ赴き、一つ肝祈りを捧げました。まったくその通り。軍主様が幼い頃から、慶翼に一途であることは、都で知らぬ者はおりませぬ。軍主様のご厚情。俺にはもったいなきこと。俺の生涯において、霊子が一人おれば十分。他に思うものはござらん。私がそなたに渡したエビを、剥いてあの女に与えるとは、豚売り女ごときが分をわきまえよ。軍師様どうかお静まりくださいませ。人は焦れば、ついたわごとを申すもの。されど、兵翼は烈気とした私の夫にございます。夫が妻のためにエビを剥く、これぞ夫婦のむつまじき戯れ。通りにもかなっておりますし、甘みさえございますわ。霊子の言う通り、妻のためにエビを剥くなど、
我ながら、実に愉快である。なぜだろう。このエビの殻むきは、軍法の処理より、よほどやりがいを感じるな。軍主様も、羨ましゅうございますれば、王妃に早く、エビむき師でもお探しになっては。その折には、エビどころか、くるみを割るのも誰かが世話してくれましょう。何もこちらの皿を恨めしげに眺める必要はありますまい。貴様、この私を愚弄する気か。お母様は絶対に、この豚売り女を許さない。まあよい。象形欲がいかに優れていようと、所詮は短命の僧。未練を立てるならそれでよい。だが今日はこちらにも非がある。正家にも顔を立ててやらねば。令嬢、黙りなさい。まだ恥をかく気。令嬢はまだ幼くて分かっていない。この腕輪は最域からの献上品の表紙必須。冬は暖かく夏は涼しい。体に良い。霊師様へのお詫びとしてどうかお納めくださいませ。お母様は私を助けないばかりか。あの豚売り女にこびるなんて、まさか呪術にでもかかったの。霊師様、情けは人のためならず。今日のことは、これで終わりにしては。お母様、どうして？それは私の成人礼で欲しくてたまらなかった表紙必須よ。なぜあの豚売り女に、豚売り女め、身の程を知るなら早く返しなさい。王妃様ご丁寧に。軍主様は無邪気でいらっしゃいますから、気にするわけがありませぬ。この腕は、ありがたく頂戴いたします。軍主様今後エビが食べたくなったら、いつでもお屋敷にいらしてください。人にしっかり剥き方を教えさせますから。旦那様、日が叶うたばかりです。僕めいいもちにぶ、各淡白なものを食し、元気を養うようもしておりました。そしてこそ、将来私たち諸家のために子孫を増やせるのですから。このゆりは精神を安定させ、病も体調を整えます。もっと召し上がってください。体が良くなってこそ、私に寄り添えるのですから。恥知らず。あんなこと、人前でよく言えるわね。妻が医者の言葉を伝えただけだ。何が悪い？軍主ハメイよりも養生法に詳しいとでも。オクロ、レイシ。兵翼とレイシは本当に仲が良いこと。羨ましいわ。ただ、本気よりしばらく経つけど、毎日こんなに愛し合っているのに、どうしてレイシのお腹はまだ変化がないのかしら。無理なこともあると、神様も思っているのかもね。やはり身分が違いすぎて、釣り合わないと。お姉様ご忠告感謝いたします。そういえば、郊外のコーラ山の創始観音はとてもご利益があるとか、特に福のある人がお祈りすると必ず叶うそうです。それは確かにご利益があるわ。福があるといえば、お姉様に勝る方はいませぬわ。若くして、正家に2人の着尊を授けたのですから、そのご福運本当に深くて羨ましい限りです。田舎娘は世間知らずね。いっそお姉様が慈悲をかけて、私の代わりにお祈りしてくださいませぬか。私もその大きな福にあやか、出るように、もしかしたら来月には身ごもるかもしれませぬ。コーラ山のつくも団の階段は、一歩ごとに高騰しないと頂上につかないのに。この憎たらしい女、まさか、私にそんな苦労をさせる気。義妹は冗談が上手ね。お姉様、もしか、して嫌ですか？私も代わりに行きたい気持ちはあるけど、かえってそなたの縁を損ねてしまうかもね。願いはまことあってこそ、叶うもの。我は真にお姉様の。私はむしろお姉様が。誠意不足で私の願掛けを台無しにしないか心配です。貴様。大師。君が俺に良くしてくれるのは、子を授かって、正家での立場を固めるためか。
もちろん、そのためでもあります。やはり俺は道具に過ぎるのか。だが、たとえ道具であろうと、レイ氏がここまで尽くしてくれたんだ。俺は必ず彼女を大切にする。まあ、それも一つですけれど、何より大事なのは、そなたが私と一生一世、ただ一人の伴侶でいてくださること。いかでか、正家の効果を、そなたの代でだやすわけには参りませんもの。それに、大奥様が約束してくださった金銀財宝も、なお大事ですわ。兵翼殿娼婦にお見舞いに参りましたわ。見てくださいませ。良いものをお持ちしましたの。南京特産の玉気候ですわ。傷跡を消すのに効き目ばつぐんでしてよ。お体の凍傷や減傷も、一塗りで綺麗な肌に戻りますわ。軍主次長さんよ。俺には妻がおります。構いませぬわ。兵翼殿、までますもの。私のことお好きでしょう。入浴して休みますよ。軍主はお引き取り。兵翼殿、やっぱり私とは慣れがたいのね。軍主様は情熱的ですこと。でも飛びつく前によく見てくださいね。嫁ぎ先を間違える話は聞きますが、夫に飛びつき間違えた話は初耳ですわ。軍主、もう付きまとうの。おやめください。霊視をめとっていなくと、そなたを好きになることはない。証券よく、親切で持ってきてあげたのに、よくも恥をかかせてくれたわね。将軍は、本当に表になりますこと。霊視、からかわないでくれ。寒いからお体を冷やされませんよ。田舎にいた頃は、冬はもっと寒かったわ。レイシ、俺からの冬は、俺が決して寒い思いはさせぬ。幼い頃から他人が家族に愛される姿を羨んでいた。まさかいつか、私も手に入れられるなんて。ここの傷跡、まだ痛む。かすり傷だ。もう平気だ。これらの傷、いくつか都で残ったものだ。もうかこのこと。これからはもう怪我しないで。わかった。凱旋の時に伏兵を置いて、そなたの命を狙った人がいる。私は許せぬ。レイジ、このことは関わりが広い。黒幕は関わりが広くても関係ないわ。黒幕が誰であれ、私の夫に手を出す者は、この強霊使を敵に回すのと同じ。そなたの体は、私が手を尽くして閻魔から取り返したのよ。また誰かが手を出したら、切り刻んで豚の餌にしてやる。わかった。昨日、そうです。妻が守ってくれるの。夫として安心だ。わかればいいの。早く黒幕を知る。不道理よな。平洋風土の画家ばをからとて、誠の方になれたと思うな。この娼婦の闇は、深きは、溺れしぬね。軍主様は誠に私を案じておられる。泳ぎのことまで気にかけてくださるとは。しかれど、この娼婦の闇がどうに深くとも、軍主様のお心には及ばぬでしょう。貴様、減らず口を。トンピの掟を今日教えてあげる。誰が、その口を打ちなさい。待ちしなさい。
私は皮も肉も熱きゆえ、皆の手を痛めるやもしれず、むしろ軍主様こそ、よくお考えを、この人打ちが、私の顔のみならず、正家と頭陽府のよしみを持つことに。軍主様お怒りを鎮めませ。お姉様。軍主様は禁止玉用のみ、少しくらい譲って差し上げるのも当然。無理押しは、得策ではない。ならば、当連氏、起きてをわきまえているなら、私は今より茶を煎じる無言の水がいる。坊やの者はもっとモテんの時を知ると聞く。この壺に無言の水を満たしてもらおうか。お姉様は器用なお方ですもの。これ式のことを、きっとたやすいことでしょう。軍主様のご命令とあらば、従わぬわけには参りませぬ。この無言の水を集めるは、何より危険が感じ、焦るべからず。どうか軍主様は東屋にて、ゆるりとお待ちくださいませ。貴様、まさか座って待たせる気。まさか軍主様、私に空へ向かって銃を唱え飴でも降らせろと。こうなるなら、寺の同志様にでも術を習っておくべきでしたわ。今更仏の足にすがっても、もうそうございますけれど。それとも、軍主様ご自身で、風雨を呼ぶ戦術でも。軍主様、まさかとは思いますが、ただ私を火にさらしてて、立たせておきたいだけでは。素直に罰として立って色とおっしゃればよろしいのに、天を煩わせるには及びません。へりくつを申すな。私が見るにそなたは、わざと怠けているのでしょう。これが正家の、客への、もてなしなの？軍主様、この壺今まさに泣いております。ながら熊手ども、無根の水入られず。代わりに待っていたのは粉々に砕かれる末路だったのですから。先ほどより、誰やらが我が正家の客人への礼を疑っておると聞いたが。大奥様。私はただレイス様に無根の水を取り茶をにさせたいだけです。ですが、彼女はあれこれといいのがればかり。祖母様どうかお聞き届けを。軍主様は、ただ思ったことを口にされただけ。きっとレイス様はながら、食い中におりましたゆえ、風画を消さぬのでしょう。確かに。私ども田舎者は、何より、実直が取り柄でございます。聖典の日に、雨水を集めようとして、集まらねば壺を叩き割っては来世するような風画は、確かに学べぬ。軍主。無根の水とは天より授かるもの。本日は聖天那里、霊視にどうやって雨を降らせようというのだ。その上、五菓子の白玉粉まで割り砕くとは。恩師の品であるとは知りませぬ。文殊话跳过去接纳拿梅鱼。婦にとどまるもいたずらに煩悩を増すのみ。お笛戻り心沈めるがよろしかろう。誰か、客人を見送れ。増霊師、今に見ておれ。彼女は知らぬとも。どなたも知らぬと申すか。私は、そなたの指南がせねば、軍主は禁止玉よなれば、このような方法を思いつこうか。漂亮や。そなたは、正家の二人で、自利に暗く前後を進めず、かえって煽り立て、このことを醸すとは。おばあ様。本日より、毎日除会を50回書き写し、しかと反省せよ。おばあ様。孫嫁は過ちを悟り申した。おばあ様ご慈悲を。随王府の勝利の縁、わざわざそなたを招いたな。軍主は悪巧みをしておる。ヤスが不太を用意したのだ。私が、いかねば無駄になろう。ちょうど良い。どな手を使う紙物だ。霊視には妙案が。私に恥をかかせる掛けがをさせる気だろう。聞くところによれば、随王府のお子を産んだばかりの猛犬が来たとか、ひどくどもらしい。もしその手を使えば、それに乗じてやる。ならん。なぜですけ？よくどの惜しいのですか？傷つくのを見たくないんだ。ピムノは目を持たない。危険すぎる。俺がそばにいねば。ご安心を。私は無事です。節王も助けに来ます。慶翼殿は縁でごゆっくりと、私のお芝居をお待ちください。わかった。
万が一の時は、これを割れ。すぐにお前を守る者が出る。そなたの安全が第一だ。兵力殿。安心して調べよう。そなたが怪我をした件が、水王府と関わりがあると分かった以上、誰がは何かかるかみものです。なんてことだ、レイシ様。あの悪犬にやられたのか。死んだ。あの豚殺しの女がやっと死んだぞ。レイシ目を覚ませ。レイシ、苦労をかけたな。将軍、私たちの子供が、お姉様に頼み込んで、甲羅山で祈願して授かった子なのに、死んでしまった。レイシ様起きを確かに、子犬を産んだばかりの和ハイヌに噛まれたのだ。命が助かっただけでも幸いである。噛まれればとおからず、毒が回って死ぬ。おとなしく療養せよ。いえ、軍主の誤解です。犬には、噛まれておりません。私が噛みつきを避けようとして、足元がふらつき、地面に強く倒れ込み、それで大気を損ね、子を流してしまいました。将軍申し訳ありません。本日の件、釈明せぬのであれば、この象形翼は、金蘭殿落ちに染めても、漁場を告げて行動を得る。わしも聞かせてもらおう。いかなるだいそれた理由で、我が将家の志士を害したのか。計略に張ったわ。夫人に芝居をさせてすまぬ。兵派起動を厭わずですから、これで少しはおとなしくなるでしょう。将軍様、奥方様、軍主の刑執行が終わりました。足が不自由になったとか、随王府も半年の禁足を命じました。ですよ。あの子犬たちを返しに行って、母犬にしっかり育てさせて。はい。そうでした。大奥様が、僕医師をお呼びに。私は、兵器だ褒美を与えよ。いいえ、としてちょうだい。将軍を見てもらおうか。きなり。メイ様、どうですか？牧石はどういう意味だ？俺の調子が良いが、実はもうダメなのか？マキ医師、はっきり言ってください。夫の体は弱っておるのですか？率直にどうぞ。小便六錠が必要ですか？従前逮捕等を煮るべきですか？私は耐えられます。最悪嫁入り道具を手中に入れても、夫の体を丈夫にしなければ。将軍の持病が8区分も癒えたとは、会えないのよ。毒も正規により称賛した。今は脈も平穏である。もう少し養生すれば、必ずや元のごとく回復するであろう。よかった。僕、医師会社いたします。メイ様にはどうか内密に願いたい。外の者には急所未だ言えずと、西洋が必要だと伝えてくれ。無事いたしました。ただ一緒にものせかかり。すべて我が嫁のおかげだ。閻魔大王から命を奪い返すほどの才覚がある。その通り将軍が私をめとったのは、前世で得た福報でしょうね。私のこの明覚は、医師の謹慎よりも優れておるかもしれません。閻魔大王が聖死簿を開き、私の名を見れば、幼児をいくらか書き足さねばならぬほどに。そうだ。故に夫として、必ずやそなたを常に棚心の玉としよう。一生守り抜くと誓う。これで、心をきな臭く練れる。水曜は、俺が病弱であると思って。これこそ、反撃の好機だ。氷水王府の物置の隠し戸棚で見つけた。このフローの印、お教軍専用のものだ。そしてこのわずかに残る軍章の2文字。お兄様は、北境の兵糧調達を司っていたのではないか。まさか俺が北境で伏兵にあったのは不良の事態ではなく、彼らが軍資金を横領し、それが露見しそうになり、口封じのために俺を殺そうとしたのか。兄上め、関与しておるというのか。不全すぎる、将軍様。このことは徹底的に調べる必要がある。殿下、弟の嫁の虚礼氏が最近府内の古い帳簿を調べておる。
役立たず。少しの証拠も隠滅できないのか。そもそもお前の手際が悪く弱みを握られたから、処刑欲が凱旋するときに罠を仕掛けて殺そうとしたのだ。このようなもの。処刑欲は命拾いした。あれでも死ななかったとは。だが、構わない。一度でダメならもう一回やるまでだ。祭天の儀が迫っておる。それが我々が動く絶好の機会だ。戻ったら、必ず処刑欲夫婦を監視しろ。何か動きがあれば、すぐに報告しろ。ケイヨク殿、ケイヨク殿、どうしたの？何かあったの？レイシー。この耳で確かに聞いた。何を聞いたのですか？兄上と頭陽が共謀し、軍資金を横領したと。金と権力のために。外の者と結託し俺を殺そうとした。なぜだ。幼い頃から敬い重んじてきたのに。父上は早くに亡くなり、一番上の兄は父も同然だった。なぜ兄上が。ケイヨク殿、間違ったのではあります。彼らの貪欲が良心を曇らせたのです。あのようなもののために悲しむ価値はありません。奴らは先ほども密謀していた。祭天の儀で、再び俺を狙うと。大殿の儀、好機ですね。向こうが動くなら、こちらは計略で逆手に取りましょう。隋陽、横領するとは、戦士将兵の弔意金すら、釈服するとは万死に値する。不動きせんば。黑靠为卡里有无姊妹よ。この証拠は夜会にて。隋陽殿下、誠にご欲の極みにて、ざれ当殿下。今ことだてでは、絶好の機会を逃すことに。私に一計がございます。皇室の体面を保ちつつ、隋王殿下に自ら墓穴を掘らせることができ得ます。机口有雷。許す。汝の奏上の通りにいたせ。真は見届けてやろう。奴がどこまで非常になれるか。奥方様一大事にて、将軍様が陛下に小国へ投獄されました。陛下は必ず焼かれを小国へ茶飲みに読んだのであろう。慌てるな。将軍様は眼見であられる。極卒と語を売っておるやもしれぬ。節を我々も、様子を見に行こう。奥様、すでに1日15覧になられております。少しお休憩を。目を悪くされまする。ダメよ。旦那様が獄にいる。奴らが油断しておる隙に、急ぎ帳簿を調べ上げねば。李庫行内。莫大な銀を横領しておきながら、なぜ太らぬのかと思えば。すべて隋王府に貢いでおったか、ついに尻尾を掴んだわ。奥様、見つけましたか？見つけたところではないわ。この莫大な額、隋王が一軍を丸々養えるほどよ。隋王、謀反を企てるとは誰か。この逆賊を引き立て斬首せよ。首を三笠らし者にせよ。
一等はみなぼうギャグの罪に処す。厳罰に処しを者はせぬ。陛下、お助けを。俺は死んだのです。小慶兵です。小慶兵が俺を、そそ流したのです。小慶兵親王と結託し、軍資金を横領し、実の弟を陥れるとは、見事な共犯者ぶりだな。大事に至らなかったことと国交の子孫であることを鑑み、すべての爵位と官職を剥奪し、加算を没収する。一家は辺境ヘルケーとし、永代にわたり都への帰還を禁ずる。小慶は小4無双にして屈辱に他住人を全うした。超一ピンチン国交に報ずる。仰せのままに、陛下のご恩に感謝いたします。聖主猛対、短所鉄拳を賜う。兵器の永寿と補強の兵権を、超悪せ。今後の陳の暗記は、すべてそなたに任せる。陳、兵、感謝いたします。陛下のご生命、小将軍濡れ衣が晴れておめでとうございます。我是太亲偶看喜看收腹记，我诺系拜米果拓你坎拓库使他。其有搜赠，我嘎诺口阿里，马萨尼九丘诺古佩兹，秋意平清阔库口胡进你猴子。后看卡呼我他妈物，我拱满柳，拼胆甚喜 K 口那抠秀你炸我寿司。中国 Q 秋得拿你卡莫有西嘎阿里吧。马塔索纳他诺 K 感我卡里泰。神父陛下の竜王に感謝いたします。ご飯さえいただければ、いつでも参ります。慶玉様、奥様、真に天作のはいなり、はためも羨むばかりなり、奥様は真に福徳のお方なり、夫を助け子を増すお方なり。奥様、今日の酒は、ことのほか、良き味わいなり。それは飲む者の心が弾むゆえなり。兵霊師、あんたのせいで我は流罪なり、子も失いたり。今日こそつぐなはなせん、しして悪いよ。旦那様いかがされましたか？私を驚かせないでくだされ。私たちはまだ始まったばかり。共に過ごす日々はまだ長くある。慕っております。あなたなしでは生きてゆけませぬ。どうした？どけ！わしに見せよ！これは将軍様、懐の品は何ぞ？君の息子と浜ことに心地よき。さらに聞き足し。あるいは、俺もしばし気絶せんか。表現よく、肝を冷やしたわ。私を欺くとは。欺いてなどおらぬ。半時並びこうたおかしを、直後に君を驚かせんとするを。悪も台無しにされた。誠に心痛みて気絶せしぞ。日是都是他。奥氏、いい、はよ見てや。兵玉様おめでとうございます。奥様おめでとうございます。4奥様は病にあらずご懐妊でございます。脈診によればすでに2月近く。誠に二重の喜びでございます。天の恵みのごとき吉時でございます。兵玉様おめでとうございます。奥様おめでとうございます。以後このように私を驚かせてはなりませぬ。万一探検が数分それていたら。万一などない。いかなる状況下に、俺は必ず君の前に立ち守る。ただお菓子の枠が惜しまれる。随分と長く並びしゆえ。今は天城に老いをかぐあたわず、おそらく赤子が天城者をこの間ぬゆえ。我らの子は、
必ず、君のごとく、そうめんにして、勇敢なるべし。ならば私と同じく、幸福であることを願う。この陳国公夫人といえば、天からの大きな福の神で、大変素晴らしい方でございます。身についているのは、豚を殺す見事な腕前。笑ってはいけません。この豚殺しは、何が大切かといえば、速さ、正確さ。容赦のなさ。まさにこの鍛錬があったからこそ、夫人の危機に動じない、先を見通す眼力と度胸が養われたのです。国王府に嫁いでからというもの、夫を目覚めさせ、陰謀を見破り、聖画をお守りし、関心を排除し、最近では人はこのお菓子で、将軍様の命を救いました。霊視、今や君の豚殺し娘という名は、形状で最も夫を立てる象徴です。公爵士でさえ知っておる。俺が君のために菓子を買うだけで、自分の命を救えるのだから。ではあなたはこの服の神を大切にしなければ。次に菓子を買うときは、蓋はこかうのを忘れないで。一箱はご信用、一箱は食べるよ。はい。すべて夫人のおっしゃる通り、